こんにちは。今回はチューリップの花束コースターを編んでいきます。こちらのチューリップの花束ブランケットをミニサイズ用に編みやすくして編んでいきます。今回もチューリップは裏でつなぎながら連続で編んでいきます。コースターの円の部分はグラニーサークルで編みました。こちらの円でも周りの葉っぱがぴったり入りますので、お好きな方で大丈夫です。よかったら編んでみてください。糸はお好きな糸で編んでください。今回はチューリップのぷっくり感を出したいので、細めのアクリルの入った糸で編んでいます。コットン糸で編むとこんな感じです。では今回はこちら、浜中アメリー F で編んでいきます。ウール 70%、アクリル 30% で、かぎ針は4号になっています。ではグラニーサークルの編み方ですね。前回のカーネーションの花束コースターで6段まで説明しています。何段目でも葉っぱがぴったり入りますので、5段でも6段でもお好きな大きさに編んできてください。今回は5段目まで、直径が約 9.5 センチまで編んでいます。こちらは最後の長編みのところで増し目をする編み方の円になります。大きいサイズで編みたい方は、こちらの円でお好きな大きさに編んできてください。ではグラニーサークルを5段まで編んできました。ここから葉っぱを編んでいきます。葉っぱの1段目は増減なしで1周細編みを編んでいきます。どこからスタートしても大丈夫です。長編みの頭に針を入れて葉っぱの糸を持ってきます。ここから編んでいきます。細編みなので鎖1つで立ち上がります。そしたら同じところに針を入れて、できたらこの糸端を針の上に乗せて編みくるみながら編んでいきます。細編み。次の長編みの頭に針を入れて編みくるみながら細編み。ここは増減なしなので少しゆったりめに編んでいこうと思います。次はこのスペースに針を入れて細編み。また次ですね。一つの目に一目ずつ細編みを編んでいきます。こんな感じですね。では一周編んできました。一周編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では葉っぱの2段目ですね。この段は額と葉っぱの土台になる部分を編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がります。足元の細編みの頭に針を入れて、まず細編み。細編みを編んだら鎖を3目編みます。1、2、3。3つ編んだら次と次を飛ばした3つ目。ここに針を入れて細編み。この編み方を繰り返し編んでいきます。細編みを編んだら鎖を3目。1、2、3。3つ編んだら次と次を飛ばした3つ目。ここに針を入れて細編み。鎖を1、2、3。1、2、2つ飛ばした3つ目。
ここに細編み。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。最後に細編みが1、2と2目残っています。そしたら鎖を1、2、3、3つ編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では葉っぱの3段目ですね。まず次のスペースから編みたいので、針にかかっている糸を少し引き伸ばして次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動してここから編んでいきます。まず鎖3目でスタートします。1、2、3。最初の2目は中長編み1つ分で、そして鎖のスペースですね。針に糸をかけてスペースに針を入れて糸を持ってきます。そして全部引き抜いて中長編み。これで中長編みが1、2と2つできましたね。そしたら鎖を編んで同じように編んでいきます。かけて3つ目の中長編み、鎖、4、鎖、5、5つまで編めたら最後も鎖3目で終わります。1、2、3。3つ編んだら足元のスペースに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。こんな感じの額ですね。ちょっと見えにくいかもしれないんですけども、スペースが1、2、3、4、5と5つできています。次の段はここのスペースにチューリップの花びらを編んでいきます。そしたら次のスペースは葉っぱを編むので、鎖2目で移動します。1、2、2つ編んだら次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動します。次は葉っぱですね。葉っぱは鎖5目でスタートします。1、2、3、4、5。5目編めたら端から1、2、2つ目の鎖の下1本に針を入れて上の2本すくってまず細編みから編んでいきます。そしたらあと1、2、3と3目残ってますね。ここにそれぞれ中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて次の鎖の下1本に針を入れて中長編みかけて次の鎖の下1本に針を入れて2つ目、ここが最後ですね。3つ目、そしたら下のスペースに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。葉っぱはこんな感じですね。いつもの葉っぱですね。そしたらまた次のところに今度は額ですね。毎回移動は鎖2目で移動します。1、2。そして次のスペースに引き抜き編みで移動して、そして額ですね。また鎖3目で額を編んでいきます。こんな感じで額と葉っぱを交互に1周編んでいきます。では1周編んできました。最後は葉っぱで、そして移動の鎖も2つ編んでいます。そしたら最初の額の右端の足元ですね。ここの引き抜き編みで移動した時にできたここの鎖目、ここに針を入れて引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、そして糸をカットして
引き抜きます。ではチューリップを編んでいきます。まず1段目でこのぷっくりした花びらのところ、そしてその上にもう1段編んでチューリップの形にしていきます。ではこちらの糸でチューリップを編んでいきます。では裏側でつなぎながら編んでいきますので、くるっと裏にしてこちらの裏側を自分の方に向けて、そして額の右端のスペース、ここから編んでいきます。では右端のスペースに針を入れてチューリップの糸を持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、ここからそれぞれのスペースに中長編み5目の玉編みを編んでいきます。この針にかかっている糸を少し引き伸ばします。針に糸をかけて足元の同じスペースに針を入れて糸を持ってきます。未完成の中長編みですね。これを全部で5回編んでいきます。かけて2、3、4、5。5回糸を持ってきたらかけて一気に全部引き抜きます。中長編み5目の玉編みですね。そしたら続いて次のスペースに同じように編んでいきます。このまま針に糸をかけて次のスペースに1、2、3、4、5。5回持ってきたらかけて全部引き抜きます。2つ目の玉編みですね。そしたらこのまま次のところに編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んでいきます。次のところに1、2、3、4、5。そして引き抜きます。このまま次のところに1、2、3、4、5。引き抜いて、ここが最後ですね。1、2、3、4、5。引き抜きます。最後だけ鎖を1つ編んでおきます。これで玉編みが5個編めましたね。そしたらブランケットではここでつなぐんですけども、こちらはミニサイズなのでこのまま続けて2段目を編んでいきます。この針にかかっているループを少しだけ引き伸ばします。そしてくるっと裏にして、今度はここの玉編みの上のところに中長編み2目の玉編みを編んでいきます。かけて、ここですね。この玉編みの糸がたくさん集まっているここの上のところ、ここに針を入れて1、同じところに針を入れて2、そして全部引き抜きます。少し小さめの玉編みですね。そして鎖を1つ編んだら次の玉編みの上のところ、ここの鎖目のところに針を入れて引き抜いて移動します。そしてここにまた同じように編んでいきます。少し引き伸ばします。そしてここを拾って1、2、全部引き抜いて小さめの玉編みですね。そして鎖を1つ編んだら次のところに針を入れて引き抜き編みで移動します。こんな感じで端のところまで編んでいきます。
1、2、引き抜いて鎖、次のところに引き抜き、1、2、引き抜いて鎖、次のところに引き抜き編み、少し引き伸ばして、1、2、引き抜いて鎖、こんな感じですね。ここまで編めたら、今こちら表の方ですね。なのでまた裏に向けてこの端と端を合わせます。そして一番初めの上の小さい玉編みですね。ここの足元のスペースに針を入れて、ここでまず1回目引き抜きます。そして少し糸を伸ばしたら、今度はここの最後の玉編みと最初の玉編みの足元、ここにそれぞれ針を通します。ここでもう一度引き抜きます。こんな感じですね。次はこの足元の方で最後引き抜くので、少し糸を伸ばします。そしたら最初と最後の玉編みの足元の額ですね。こことここ。ここに針を入れて、ここで引き抜きます。このループを間に入れるように、こんな感じで引き抜きます。これでチューリップの出来上がりですね。連続で編まない方は、ここで念のため鎖を一つ編んで、糸をカットして、これで一つが完成ですね。連続で編むときは、このまま移動の鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら、次は葉っぱですね。葉っぱの足元のここの2本。ここに針を入れて、引き抜き編みで移動します。次は額のここの右端のスペースですね。ここまでまた鎖4目で移動します。1、2、3、4。4つ編んだら、額の右端のスペースに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。そしてまたここから少し引き伸ばして、それぞれのスペースに花びらですね。同じように編んでいきます。こちらが表ですね。では一周編んできました。最後の移動の鎖を4目編んだら、最初の移動の鎖4目の1つ目の鎖編みのここですね。上の2本の糸をすくって、ここで引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、
糸をカットして引き抜きます。では完成です。いかがでしたか？チューリップのぷっくり感が可愛いですね。連続で編んでもいいですし、ブランケットよりも花の数が少ないので1個ずつでもいいですし、お好きな方で編んでください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。